かわいい。こんにちは、ピヘタです。ぜひピーちゃんとお呼びください。ストレイチルドレンというゲームを遊んでいきます。もともとこのストレイチルドレンっていうゲームはムーンっていうゲームの制作者さんたちが作ってくださったゲームなんですけど、もともとそのムーンっていうゲームが本当に大好きなので、そのムーン愛とかも交えながらプレイしていけたらなと思ってます。もうちょっとデザインとかムーンっぽさがあって可愛いよね。あ、クエスチョンマークがさ、ムーンと一緒だ。さすがにあれかな、ルート2倍移動がなくなってる。本棚がある。特に今読みたい本はないようだ。この部屋かな。小さな机。子供が描いた絵がある。小さな文字で何か書かれている。僕のお父さん。僕のお父さんはゲームを作っています。だけどある日いなくなりました。いなくなっちゃったね。早く帰ってきてほしいです。なんか置いてある。ご飯はレンジで温めて食べてね、ママ。オッケー。レンジの中は空っぽだ。冷蔵庫の中は空っぽだった。あれ、ママ、ご飯がない。玄関のチャイムが鳴った。怖い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 。扉には鍵がかかっている。どうする？こんなの開けちゃダメだよ絶対。あー、怖い怖い。よう、元気？アンさん、推しのことわかる？わかんない。遠慮ない子やね。わしは怪しいもんやないで。言うなれば遠い親戚、アンさんのおじさん。ケンケンと言います。覚えといてや。風の噂に聞いたんやけど、アンさんのおとん帰ってこうへんのやろ。わし実はおとんの居場所心当たりあるねん。怖い怖い。怪しい人だよ。今から一緒に行かへんか？絶対ダメだよこんなの。ええやんか、素直な子やな。ほな行こか。あ、やばい、一回断ってみろよかったな。あ、階段は使えないのね。ここは3階だね。なんか見てる。何見てたの？ゴミの日。燃えるゴミ、月木、不燃ゴミ、火曜。郵便ポスト何も届いていない。空っぽだ。踏切の音が聞こえますね。踏切の音が聞こえたからてっきり線路かと思ったけど道路だね。こっちか。地下鉄の券売機、どうやら壊れているようだ。壊れてるの？踏切の音聞こえたけど地下鉄なんだね。自動販売機、喉は渇いてない。そういえばお金もない。オッケー、お金ないのね。分かった。ゴミ箱、空っぽだ。何も入ってない。どないしたの？お腹空いてんの？ゴミ漁ってると思われた。時刻表、しばらくは出発も到着もないようだ。終電後始発前かな。ちょっと休憩しましょう。おかれさん、まあちょっと休憩や。最近調子はどない？歯磨きちゃんとしてる？してます。えらいやんか。勉強はどないです？ちゃんとしてるか？してます。えらいやんか。さすがやね。お風呂入ってるか？入ってます。ええな、お風呂好きなんやな。ちゃんと飯は食っとるんか？食ってます。よかったよかった。おっちゃん安心したわ。あ、ちなみに名前何やったっけ？いやいやいや。まあでもね、友達の子供の名前は忘れるかもな。これデフォルト名とかあるのかな？デフォルト名、七種の子供ね。そうやそうや、七種の子供や。覚えてるで。どう忘れしてただけや。もちろん知ってたね。怪しい怪しい。ほな行きましょうか。
時刻表見てる。来ないよ電車。さてと、私の子供はん覚悟はええか。あ、違う、もしかして空欄のまま決定押そうとしたんで、七種のゴンベイ的な穴埋めをされた感じなのかな。いいね、秘密基地みたい。お、ちゃんとはぐれんと来たな。ええやんか。お邪魔しまーす。いっぱい褒めてくれるね、この人。1回ぐらいやってないって言ってみればよかったか。怒られたんかな。おー。古いアーケードゲーム機がある。しかし壊れているようだ。トイレだ。そこはトイレですせ。親我慢できへんの？我慢できへんのって聞いてくれるけどトイレには入らせてくれない。古いパソコンがある。しかし壊れているようだ。古いパソコンがある。しかし壊れているようだ。いっぱいあるね。おー、シリアル番号ね。来たな少年よ。名前聞いたのに少年よって言われてる。ここは秘密基地、おとんの隠れ家や。ほんで問題はこれや。これわかる？わかんない。まあわからんやろな。これは昔の家庭用ゲーム機、そして刺さってるのが幻の黒いゲームカセット。ファンタジー RPG 三日月と言います。ムーンね。完成したはええものの発売中止になって思った超レアものやね。アンサのおとんが作ったゲーム。あ、そうなん？ほんでな、おとんはこのゲームを完成させた日に行方不明になったという噂や。これはやばい、なんかやばい香りがする。そこでわしは考えに考えて考えまくった。そんでピンときたで。わしの推理によりますと、つまりアンさんのおとんはあかん、ちょっとトイレ。おっさんがトイレ行くんね。勝手に部屋のもん触れないよ。わかりました、触ります。危ないで、要注意や。オッケーオッケー、任して。これでしょ、これを触ればいいのね。古めかしいテレビとゲーム機がある。電源を入れますか？入れます。おお、いっぱいついた。あ、ズボン履けてないやん、おっさん。あかんって、何やってるの。ムーンだ。ムーンだ。これムーンもね、最初ね、こうやってね、ゲームに入り込んじゃって、こう空をこうやってでんぐり返しで落ちていくんだよね。ムーンだよ。わー、まだ説明の途中やんか。アンさんひどいわ。いいか少年よ、人の話は最後まで聞かなあかん。まあとりあえずこっち来い。これムーンのお城の前じゃない？オッチ聞く場所一緒だよね。さっきの話の続きやけどな。おお、しかも1997年だ。あれ、ムーンってさ、1997年だよね、確かね。1997年新作 RPG 三日月は発売中止になったんや。しかしなぜかカセットが存在した。考えるに音もわしらみたいにゲームの中に吸い込まれたんちゃうやろか。せやからこの三日月の中を探せば音が見つかるかもしれん。なるほどね。せやけどこの世界はやばい香りがするで、気をつけて探すんやで。ほなレッツラゴー。いわゆる一つのゲームスタートや。オッケー、任して。おお、セーブできるんだ。焚き火でセーブかな。オッケー。ムーンも右上に時計があってさ、こう起きていられる時間が決まってて、それを過ぎるとゲームオーバーになっちゃうんだけど、今こう時計が進んでないような表現になってるね。やっぱちょっと壊れちゃってるカセットだからなのかな。とにもかくにもここは幻の RPG 三日月の世界。ムーンが幻じゃない世界に生まれてよかったな。いろいろあるけどな、どれから話したらかいな。吉田だ。吉田じゃん。お前吉田だったんか。これ吉田だよね。やばい、ちょっと重要な話、ぼちぼち重要な話、すんげえ重要な話。さよなら。
吉田ムーンの世界に吉田っていう名前の鳥がいてさ、ちょっとめたいことも交えつつゲームのことを教えてくれる鳥がいるんだよ。その鳥もね、こうちょっと重要な話とぼちぼち重要な話とすんげえ重要な話を教えてくれるの。順番に行こうか。他に聞くことありますか？さよなら。おっしゃ、ほなレッテラゴーや。あ、お城入れる。お、勇者だ、勇者、勇者。なんか音が軽いよ。どうしたの、勇者。おお、王様がなんかヨボヨボしてる。おお、勇者とは死んでしまうとは情けない。死んでしまったん。しかもこれなんかあれだよね。やばい、ちょっと元ネタ知らないかもしれない。そなたが次のレベルになるには経験値が必要じゃ。俺ムーン、もう本当にムーンと言ってること同じなんだけど、なんか荒廃してる全体的に。つうか。はあ、意味ないわ。どうしたん王様。空っぽの勇者よ。お前は分かっておるのか？この世界はどんどん小さくなっておる。そしてもうすぐ消えるであろう。そうなの？さて勇者よ、さまよえる勇者よ。私は一体どこから来てどこに行くんじゃ？勇者の様子がおかしいよ。いや、ムーンでも勇者の様子おかしいんだけど、なんかムーンのおかしさとは違うおかしさで、なんかすごい空っぽの音してるよね。空っぽの勇者よって言われてたけど、ムーンの時はこうズシンズシンズシンって結構なんかシリアスなダースビーダーみたいな感じだったのに。ここは三日月城。我が輩はグータラキング35世じゃ。あ、ムーンの王様とは違うか。のんびりキングとかじゃなかった？この30年ゲームプレイヤーが現れんから、中身空っぽの勇者がうるうるするだけなんじゃ。それでは全くやる気が出んのよ。あれか、勇者の中身イコールプレイヤーなのかな。でプレイヤーがいないから勇者が空っぽなのかな。まさかお前がプレイヤーじゃと？そんなバカな。幻じゃ。わしは幻を見ておるんじゃ。王様、なんかもっと子供っぽいけど、実は賢いはつらつとした王様だったのに。あ、勇者が出てきた。なんかへこんでるし、鎧が。勇者どうしたの？みんないる。あれ、なんか知らない人いるの？知らない人じゃないか。みんなムーン、もうムーンじゃん。今キュリオたちじゃなかった？吉田のこと置いてきちゃった。まあ、いいか。お、スルちゃんだ。あれ、どうしたの鳥さん。なんかスルちゃん声かわいい。ここは三日月城の城下町だよ。君は誰？どこから来たの？キュリオじゃん。キュリオもなんかちょっと顔の様子がおかしいな。怖い。ふひゃひゃ。珍しいやつが来おったわい。犬の顔と恐れ入った。ちょっとワンコっぽいなって思ったけど犬の顔だったんだ。ちゃんとキュリオは声違うね、さすがに。私はコット。この町に小道具屋を経営しておったよ。コットね、キュリオじゃなかった。ごめんね。今じゃ落ちぶれてこの通り。ふひゃ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 。あれかな、キュリオの後継ぎみたいな感じかな。キュリオのお店はね、ムーンではこっちにありましたね。やっぱりそうだね。これで下のなら古刀の骨董って文字が汚れている、続きが汚くてね。この上が日中のお店で、ツルハシをゲットした。中に使えるのであろう。武器とかかな。装備できる。かわいい。かわいい。何それ、かわいいんだけど。かわいいね。降りれなくなってる。これムーンってね、昼は上で普通の雑貨屋さんをやってて、夜はなんか下でちょっと怪しいものを売ってたんだけど、それも誰に自分らしく生きていこうと思うんだ。このスラちゃん声かわいい。ある日目覚めたらね、
スライムになっちゃってたの。転生したらスライム。勇者はあてもなく亡霊のようにさまよってるんだって。恐ろしいや。ゆっくり消えているんだ。ほら、街の隅っこを見て。ほら、虚無が広がっているだろう。これさ、パン屋さんのベイカー、アンパンマンのベイカーがいたんだけど、パンやってない。あれかな。あ、サンライズパールが落ちていた場所に釣り竿が落ちている。折れた釣り竿をゲットした。これ本編だとね、ここにサンライズパールっていうね、この登場するキャノンがなくしちゃった結婚指輪だったかな、婚約指輪だったかな、ここに落ちてるんです。釣り竿が落ちてますよね。あ、これか、虚無が広がってるって。おー、なるほどね。勇者はね、ムーンだとね、もっとこうズシン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 って音を立てながら城下町でおばあちゃんの犬を追いかけ回してるんだけど、ちょっとスライムをいじめてますね、これだと。お、吉田の家だ。わ、驚いた。君はもしかしてゲームプレイヤーなの？ほんと？これ吉田の家じゃん。何かの鳥かごだ。開けますか？はい。中には何もいない留守のようだ。これ吉田の家なんだよね、ムーンだと。で、ちょっとバリバリ島に旅行に連れてってもらったりするんだけど、もう掲示板が倒れてる。朽ちた掲示板、ボロボロの壁新聞が貼られている。移ろいタイムス、入道雲の日。衝撃、世界は四角い箱だった。お空の鳥たちが大量に墜落。どうやら空の天井が落ちてきて衝突したということだ。ワンダどうしたの？誰だい？あんたい？まあ誰でもいいか。今日もどうせこのことでしてもボロボロ影響なんか消していっぱいやっていくんだろう。はい。こいつでもよく。あ、もう空っぽだったわ。ごめん。日本酒っぽい。へえ。なんかさっきサンライズパールが落ちててって言ったでしょ。ムーンだとここでこのワンダっていう恰幅のいい女の人がおしゃれなバーみたいなのをやってて、その人が落としちゃった指輪なんだよね。でそれを届けてあげるとこうラブがもらえるっていうのがあったんだけど、ワンダよりだいぶ遅い女の人が酔いつぶれてますね。伝説の装備か。やったー、汚いブラシをゲットした。こうムーンだと衝撃の設定があってね、こうムーンでこのワンダのお店に来てタンスを開けようとすると怒られるの。あんたも勇者のお仲間かいとかって言って怒られるんだけど、何かと思ったらその勇者が先にワンダのお店に来て、ワンダのタンスを漁ってワンダのブラジャーとパンツを持って行っちゃったっていうのがあって、しかも悲しいのがね、ムーンってさ、先に勇者視点のゲームを遊んだ後にムーンっていうゲームの世界に落ちたら様子がおかしいぞってなるっていうようなゲームなんだけど、その勇者視点でいた時はいや思ったよ、なんで街のバーのタンスから伝説の装備出るんかなと思ったけど、伝説の装備をゲットしたって出るわけよ。で伝説の装備を装備してね、当然行くわけだから、その後そのムーの世界にいざ落ちてきてみたら、勇者が伝説の装備、すなわちブラジャーとパンツを、ブラジャーを鎧の上から装備しパンツを頭にかぶるっていう、衝撃のシーンがあるんだけど、それですね、その伝説の装備を今ゲットしました。装備できんのかな。装備できないか。装備できないんだ。噂はこれを装備するのは変態だからやめてくださいって言われてますよ、勇者さん。言われてますよ。でも伝説の装備だからな、装備したいよね。できなかった。ユウの糸を再生できる。君プレイヤーなの？そんなバカな。嘘つきは泥棒の始まりだぞ。フレッドとイビリーがお城の兵隊さんたちです。私は眠り。特に仕事も趣味もありませんし、ゴロゴロしてます。やる気そんなものはありませんよ。私一人頑張っても世界はどうせ消える運命ですからね。悲しいね。ムーンだとフレッドはこう趣味バリバリのかっこいい人なんだけど、いやだから日中寝てるんだけどね。エアプレーンが落ちてるよ。
私はエヴァに城の門番だったけど誰も来ねえからやめたの。何か言うべきことがあった気もするがすっかり頭から消えちまったな。なんだっけそれ、飛行機かな。何か大事だった気もするけど忘れちまったな。悲しい。ムーンとイベリーはこう息子との約束があってすごくよく飛ぶエアプレーンをね作ろうとしてるんだよね。それで毎週日曜日にお城のバルコニーからこうエアプレーンを飛ばすを調整しては飛ばすっていうのをやってるこうけなげなパパなんだけど忘れちゃったか。みんなスライムになっちゃった。みんなスライムになっちゃったってもしかしてスライムめっちゃいるけどこの人たちもしかして人だったりしたの。フローラ城下町をお花でいっぱいにするの。あららららフローラじゃん。瓦礫の山少しお花が咲いてる。ここにさお花屋さんがあんのよ。お花屋さんがあってねフローラっていうこの子がみたいな子がいるんだけどスライムになっちゃったのか。あははは後はありふれない。そう昔はここら辺に花屋さんがあったよ。あの娘さん可愛かったな。スライムになっちゃったよ。世界は消えかけてるんだ。もうこの世界には三日月城と城下町と魔王城しかない。魔王城ねやべえよな。やばいねそれは。看板の裏に何か書かれている。パーカマヌー系ルーンだってね、結構看板の裏に割とヒントとか書いてたりして、それをねほらさっき言ったコトーって名前になってたけど骨董品のところで虫眼鏡を買ってきてちっちゃい文字読んだりとかするんだけどめっちゃレベル低い悪口書いてある。城下町こちら魔王城あちらおばあちゃんちじゃないの。おい空き缶をゲットした。空き缶もらったわ。世界が滅ぶその日まで精一杯スライムとして生きていくんだ。ワン僕は昨日まで犬だったんだ。気がついたらスライムになってたわん。もしかしてタワですか。スライムになっても幸せになれると思うんだ。そうだね、なれると思うよ。先にちょっとこっち行こうか。あっちが正解っぽいから。ここは世界の果て。あっちに雲があるよ。危ないから近づかないでよね。僕らは三日月の世界がメモリーから消えないように頑張ってるんだよ。RPG といえば毒沼だよね。危ないから気をつけてる。毒沼。ここは寒い北の国。真面目な雪だるまを怒らせないで。あっちには行かない方がいいよ。その先は雲が広がっているよ。ここはキノコの谷。美味しいキノコ料理が評判です。レシピはキロロオイル少々、幸せの卵2個、金のキノコ1個だったかな。ここは水の国。美しい歌声が聞こえてくるよ。なんだろうねこのマップね。ああ、消えていく何もかも全部。あれ僕これ何を知っているの。怖いって何、消えるって何が。モップ消えちゃった。なんだか突然心が空っぽになったよ。水の国って何、キノコの森って何も思い出せない。さっきの揺れでみんななんか忘れちゃってる。毒沼ってなんだっけ。そんなさっき教えてくれたよ。あれ僕は誰だっけ。あれ誰って言ってたっけ。私は誰。でもなんかやばいんだよね。でもよくわかんないな。どのスライムに話しかけてんのか忘れちゃったよ。この人たち話しかけたっけ。そう昔はレイドラゴンが月をかじっちゃったんだ。だからこの世界のお月様は三日月になったんだよ。ムーンだとね、そのドラゴンが月を食べちゃったから勇者がそのドラゴンを食べに行くっていう話なんだよね。岩太郎だ。ガッハッハ、わしはお邪魔の大岩太郎じゃよ。
でかい図体でごめん。壊せるものなら壊してこーらの。どうせチラシ持ってなかろう。はは。あ、やべ。持ってまーす。ほら。負けた。推しの負けじゃちょっとためらいなさすぎない？おばあちゃん家じゃなくなってる。だってここにおばあちゃん家があるんでね。おばあちゃん家がこうゲームの世界に落ちてきちゃった主人公が初めてこうちゃんと寝たり服をもらってできる場所なんだけど、魔王様の城はこちらです。みんなスライムになっちゃったんだね。魔王様に救っていただくのですら、君は多分スライムだね。あ、すべてが消えていく。世界も私の記憶も何もかも。助けてください、魔王様。魔王様は強い方だ。この世界の消失を食い止めてくれるに違いない。魔王様は魔王様をお救いください。おや、順番抜かしか？訪問しに来たのは君だけじゃないってのにごめんね、順番抜かしです。めっちゃ抜かしてる。おや？なんか可愛い声だ。お客さんが来たの。おばあちゃんじゃない？絶対珍しいね。ようこそ魔王の城へ。RPG 三日月のボスの城だよ。あら。もしかして君は僕を倒しに来た勇者さん？違います。なんだ違うんだ。君が勇者ならよかったのに。そうだよって言ってあげたらよかったのかな。そしたら僕は魔王としてちゃんと倒されたのに残念だな。あ、やばい。運命の時が来ちゃったかも。僕も、そっか、僕もうダメみたい。なんだか生きてる間世界に迷惑かけちゃったの。あ、でもそんなのどっちでもいいや。だってもうすぐ何もかも消えちゃうもん。僕が言ったことも僕がした悪いこともこの世界から消えちゃうの。あ、もうダメだ、保てない。降ってる。消えちゃった。おお。さよならすらだ。さよならすらをさよならすら吉。ごめんねみんな、ごめん。あー、やべえ、魔王様が消えちゃった。やべえ、なんかやべえ。やべえ、終わりの始まりだ。おー、やばそう。やば。うわー、終わりが来た。あー、スライムたちが落ちていく。まずいよこれ。消える。わー、スライムたちが落ちていく。やべえよー。こっちか。でもこっちもさ、キムだったよね、すぐそこが。こっちか。城下町に逃げたらいいのかな。あ、てか吉田じゃないや。ケンだっけ。ケン大丈夫？ああ、いた。やべえ、逃げなあかんで。てかどこに逃げたらええの？そうだね、そうなんだよね。こっちかな。ああ、違そう。こっちじゃなさそう。あー、吉田の家から水が出てる。なぜ？おー、七種の子供班。やばい。どうやらこの RPG 世界の、いやこの宇宙のマジの終わりが来てもうた。喋るんかい。そうだよ、終わりの始まりだよ。石像が喋った。ここが三日月の結末なんだ。そしていつもの通り勇者が僕を殺しに来るよ。あれ、君がタラコンなの？ほんまや、ヤコさんおいでなすったで。ムーンの勇者の時の音だ。チャンって続くんだけど、なんか音したね。もしかしておとん？おとんなん？あ、でもほら、そっか。あっち。やばい。おめでてえじゃん。
おめで呼ばれてるよ。おい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 。うわ、首取れてもうた。うわ、まだ生きとる。ああ、これが勇者と竜の物語の終わりだね。無限に繰り返されるゲームの世界がついに終わりになるんだから。よかった、これでやっと眠れるよ。さあ勇者よ、僕を殺して。あれ、勇者がバラバラになってもうた。ああ、なんてことだ。僕は勇者に捨てられてしまったの。ねえねえ、名主の子供くん、勇者に代わって僕を殺して。道端の石ころを壊したみたいに。うわあ、躊躇がないよ主人公。世界崩壊の一撃、かっこいい。やばい。マジで消えてきたやん。あ、勇者が。でも確かにさ、おとんがゲームを完成させていなくなっちゃったんだとしたら、おとんしかゲームを遊んでないわけだから、つまり唯一のユーザーと思うと、でユーザーイコール勇者なんだとしたら、おとんが勇者だよね。一旦今日はここまでにしたいと思います。ここまで見てくださりありがとうございました。続きまた投稿できたらなと思うので、その時はまた見てくださったら嬉しいです。